どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで今回なんですけれども、ゴジラシリーズ最新作のゴジラ -1 の最新情報をちょっと話したいと思います。アルキメデスの対戦、永遠のゼロなどの山崎隆監督によって制作されているゴジラ -1 は、これまでのゴジラシリーズとは繋がらないスタンドアロン作品であり、1954年に公開された初代ゴジラよりもさらに以前の1945年頃から1947年頃が時代設定とされていて、ゴジラシリーズでは初の初代ゴジラより以前に起こった出来事を描く作品として大きな話題になっているんですよね。特報映像の中では尻尾によって破壊される街の荒廃に巻き込まれる人々、廃墟と化した街、巨大なゴジラの足から逃げる群衆、ゴジラによって弾き飛ばされたと思われる電車の車両、屋上で写真を撮影する記者たちがビルの崩落に巻き込まれる、おそらく電車に噛みつこうとしているゴジラなど、多くの印象的な場面を映し出してくれているんですが、まだ物語の全容はつかめていないんですよね。特報公開以降、全く情報が公開されてきていなかったゴジラ -1 ですが、本日大きな動きがありました。ゴジラ -1 の X の公式アカウントが9月4日の14時45分に YouTube にて最新予告編を公開すると発表しました。これ自体とても大きな発表なんですが、この投稿にはさらに大きな情報が含まれていました。おそらく予告編、もしくは本編の映像が一部含まれている映像が添付されていたんですよね。サブリミナル的な要素を取り入れているその短い映像なんですが、大きなヒントがいくつも隠されているように感じますね。まずは別媒体で登場したゴジラの巨大な足と逃げ惑う市民が映し出されているゴジラ -1 の予告編が公開されるということを紹介しているスチールをちょっと見てみましょうか。文字が記載されているこのスチールでは、ゴジラの足の大きさが明確にわかるような対比構造になっており、これによって今回のゴジラの大きさがシン・ゴジラやハリウッド版ゴジラのような巨大さではなく、どちらかといえば初代ゴジラと同等の大きさのように感じれますね。圧倒的な巨大さはもちろん感じるのですが、このサイズ感ってちょっとある意味怖いですね。本当に巨大な足に踏みつぶされると一瞬で意識もなくなって死んでしまうなーって感じに妄想できるんですが、このサイズ感だと踏まれることをなんとなく想像できるので、ちょっと恐怖感が個人的には増しましたね。このサイズ感ってなんか怖く感じません？言葉にすると難しいんですが、言いようのない恐怖感を俺は覚えましたね。このワンシーンだけでも相当すごい作品になっているのではと思います。そして本題の今回公式アカウントから発信された動画なんですが、これは実に意味深でして、さらに色々とヒントが突っ込まれていましたね。まず映像の合間に挟まれる軍事的な画面なんですが、海軍が戦闘しているような場面や作戦概要を説明するようなものが含まれており、意味深に大破した戦艦や潜水艦の映像が盛り込まれているんですよね。これってもしかしたらゴジラは第二次大戦中にも出現していて、軍隊と戦闘を繰り広げていたということの示唆なのではないかと思うんですけど、皆さんはどう思いますか？ソナーの画面のようなものに表示されている影など、明らかに戦時中のようなイメージで投影されているように思えてくるんですよね。ゴジラ -1 はやはり1945年の終戦間際から物語は始まるのではないでしょうか。前述した要素からして、今回のゴジラは当時の軍艦などとの戦闘シーンが盛り込まれている可能性は十分にあり得ますよね。これだけでめっちゃ期待値が上がってきました。それに合わせてとても気になる文章が差し込まれていまして、それがこれなんですけど、文章自体は途切れており上部しか読めないんですが、これにはめっちゃくちゃ重要な要素が記載されていました。はい、全部英語なんですよね。つまり日本の機関が発行したものではなく、アメリカが発行したものだと思われるんですが、ちょっと訳していきますね。Our intelligence agency, coordinating with the Allied Naval Force, has confirmed the presence of a massive aquatic organism headed at high-speed towers. The Japanese archipelago from the south. これを意訳すると、
我が国の諜報機関は、現在同盟国の部隊と連携を強めている。日本列島の南方から高速で向かってくる巨大な水生生物の存在を確認したからだとなるんですよね。巨大な水生生物ってもう皆さんお分かりですよね。ゴジラですよ。ゴジラが日本列島の南方から接近しているのを進駐軍が確認して迎撃しようとしていることを表していると思われるこの文章ですが、巨大な水生生物ってもう皆さんお分かりですよね。ゴジラですよ。ゴジラが日本列島の南方から接近しているのを進駐軍が確認して迎撃しようとしていることを表していると思われるこの文章ですが、物語の中のどこで登場するものなんでしょうか。非常に気になりますね。そして書類の日付も1947年2月10日となっているので、今回のゴジラ -1 の主な時代設定はやはり先ほど紹介した1945年終戦間際と1947年になるのは間違いないかと思います。そして書類にとある人物の名前が記載されているシーンも盛り込まれており、それが誰かというと GHQ の司令官であるダグラス・マッカーサーなんですよね。劇中の登場人物として登場することはこれで確定的だと思うんですが、一体どんなストーリーになっているのか本当に気になりますね。海外の役者さんも複数人起用されているという情報も存在しているので、もしかしたらマッカーサー役でサプライズで大物の映画スターが起用されている可能性もありますね。そして今回の映像の中で一番テンションが上がった箇所なんですが、それはやはりここですね。ゴジラが水中を泳いでいる姿を何かしらの器具を使用して見ているここですね。モノトーン調の色調も合わせてとんでもない大きさの生物がそこに存在していると感じさせるには十分すぎるインパクトを提供してくれました。これが前述した南方から日本列島に向かうゴジラの姿を映し出しているシーンなのかもしれませんね。そして日本地図などが登場する場面では、ゴジラが四国沿岸に接近しているような演出がされている場面も存在しているので、もしかしたら東京以外の地域の沿岸部にゴジラが出現するというようなシーンが用意されているかもしれませんね。そして極めつけは東京を含む関東周辺にゴジラが上陸することを匂わせるこの日本地図のシーンですね。これは想像をかき立ててくる本当にいい場面だと思います。まだまだ情報が出てきておらず、この短い予告編から想像することしかできないんですが、唯一はっきりと言えることがありますね。それは今回のゴジラは日本近海からではなく、遥か南方の海から日本に上陸してくるってことですね。でもそれってやはりビキニ環礁やマーシャル諸島の方角なんですよね。ってことは今回のゴジラはやはり1946年から実施されていたマーシャル諸島における核実験で誕生したってことにつながるのではないでしょうか。まあこれは俺の憶測なんですけどね。9月4日の予告編が本当に楽しみですね。公開されたらまた動画にしますね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。